おはようございます。2026年2月7日、今日も最新ニュースを題材に、地経学の視点でニュースを深く理解できるよう解説いたします。今回は、国連による北朝鮮の制裁免除について解説します。まずは、事実関係から確認させてください。国連が北朝鮮に対する制裁の一部を免除したということですが、具体的にどのような動きがあったのでしょうか。ロイター通信などが現地時間2月6日に報じたところによりますと、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会は、北朝鮮に対する17件の人道支援事業について、全会一致で制裁の免除を承認しました。これは、ユニセフや WHO、FAO といった国際機関による8つの事業や、アメリカなどの NGO による4つの事業、そして、韓国の自治体や民間団体による5つの事業が対象となっています。これらの事業は、主に保健医療、安全な飲料水の確保、衛生環境の改善、そして脆弱な立場にある人々への栄養支援を目的としたものです。しかし、北朝鮮への制裁は、核ミサイル開発を阻止するために極めて厳格に行われているはずです。なぜこのタイミングで、しかも17件もの事業が一気に承認されたのでしょうか。ここにはどのような政治的、あるいは地経学的な意図が働いていると見るべきですか。今回の決定の背後には、明確な外交的なシグナルが存在します。韓国の英字新聞、コリアヘラルドの2月6日付の記事によりますと、これらの事業は昨年の上半期から、長いものでは9ヶ月近くも委員会の承認待ちで保留されていた案件でした。それが今回一気に動いた背景には、アメリカのトランプ政権による承認、つまりゴーサインがあったと報じられています。具体的には、韓国のチョヒョン外相がワシントンを訪問し、マルコ・ルビオ国務長官と会談した直後にこの決定が下されました。つまり、停滞している米朝関係、そして南北関係に対し、アメリカと韓国が連携して人道支援というカードを切ることで、北朝鮮を対話のテーブルに呼び戻そうとする地経学的なアプローチであると分析できます。人道支援というカードを切るという表現が出ましたが、それはつまり、純粋な人道上の配慮というよりも、経済的なリソースの流入制限を緩和することで、北朝鮮の行動変容を促すための外交ツールとして使われているということでしょうか。その通りです。地経学において、経済制裁は相手国の政策変更を迫るための強力な武器になりますが、同時に制裁の緩和や例外措置もまた、交渉の呼び水として機能します。MBC ニュースが2月6日に伝えた韓国政府高官の発言によれば、今回の措置は数日以内に新たな進展があるかもしれないという文脈の中で、北朝鮮に対する有効なメッセージあるいは関係改善の呼び水としての性格を持っています。単に物資を送るだけではなく、アメリカがこれまでの慎重な姿勢を転換し、制裁の例外を認めたという政治的なアクション自体が、北朝鮮に対するメッセージなのです。アメリカが姿勢を転換したという点についてもう少し掘り下げたいのですが、これまでアメリカは支援物資が北朝鮮の政権維持や軍事転用されることを懸念して、こうした免除には消極的だったはずです。なぜ今回、そのリスクを許容してまで承認に踏み切ったのでしょうか。そこには複合的な要因がありますが、一つの大きな要因として、今後の外交スケジュールが影響しています。コリアヘラルドおよびアラブニュースの2月6日付の報道によれば、トランプ大統領は2026年4月に中国への訪問を予定しています。この訪中を前に、朝鮮半島情勢における緊張を緩和し、対話の機運を高めておきたいという米韓の思惑が一致したと考えられます。また、北朝鮮がロシアとの軍事協力を深め、ウクライナ紛争に兵力を派遣するなどして独自の外貨獲得ルートやエネルギー供給網を確保しつつある現状に対し、アメリカとして改めて関与の糸口を探る必要性に迫られていたという側面も見逃せません。ここで一度、用語の定義を明確にしておきたいと思います。先ほどから制裁委員会や制裁免除という言葉が出てきますが、これは具体的にどのような仕組みで、通常の貿易とどう異なるのか、地経学的な制約の観点から解説していただけますか。まず、国連安保理決議1718号に基づく制裁委員会、通称1718委員会は、2006年の北朝鮮による初の核実験を受けて設置されました。この枠組みでは、武器や関連物資はもちろん、贅沢品や特定の機械類、エネルギー資源など、広範な品目の北朝鮮への輸出入が禁止されています。これが経済制裁です。しかし、今回のような医薬品や浄水設備、農業資材などは、一般市民の生存に関わる人道支援物資でもあります。これらの中に、制裁対象となる金属や化学物質が含まれている場合、本来は輸出できません。そこで、委員会が審査を行い、これは人道目的であり、軍事転用されないと確認できた場合に限り、
特例として搬入を許可する手続きが制裁免除です。つまり、制裁そのものが解除されたわけではなく、あくまで個別のプロジェクト単位での例外的な許可に過ぎないという点は重要です。ここまでの流れを整理します。北朝鮮への経済制裁は依然として強固に維持されているものの、アメリカと韓国は4月の米中外交などのスケジュールを見据え、9ヶ月間止まっていた人道支援という蛇口をあえて今、開くことで、北朝鮮に対して対話のシグナルを送った。そしてそれは、北朝鮮がロシアに接近する中で、西側諸国としても関与のレバレッジを失わないための地形学的な一手であると。そうなると、次に気になるのは北朝鮮の反応です。北朝鮮はこのシグナルをどう受け止めると予想されますか？現状では楽観視できない要素が強いと言わざるを得ません。MBC ニュースの2月6日の報道でも触れられていますが、北朝鮮はここ最近、韓国だけでなく国際機関からの人道支援すらも拒否する姿勢を見せています。また、コリアヘラルドが報じたように、金正恩総書記は2月2日に牧場の竣工式に出席するなど国内経済の自立をアピールする一方で、ミサイル生産の拡大を支持し、ロシアとの関係強化を誇示しています。つまり、北朝鮮にとって現在の優先順位は、西側からの小規模な人道支援を受け取ることよりも、ロシアという新たな後ろ盾を活用して、核ミサイル開発の主権を主張し続けることにある可能性が高いのです。我々が常識的に考えれば物資が不足しているなら支援は喜ばれるだろうと思いがちですが、地形学的なリアリズムで見れば、ロシアからのエネルギー供給や軍事技術供与の方が政権維持にとってはるかに戦略的価値が高いという判断もあり得るわけですね。その通りです。アラブニュースの2月6日付の記事でも指摘されていますが、北朝鮮はロシアへの派兵の見返りとして、軍事技術、食料、エネルギーの供給を受けていると分析されています。これは、国連制裁網に大きな穴が開いていることを意味します。かつてのように、中国やアメリカが経済制裁を強化すれば、北朝鮮が困窮して対話に出てくるという単純な図式が成立しにくくなっています。北朝鮮は制裁下でも生き残るための地形学的な迂回路を、ロシアとの関係を通じて構築してしまったのです。それは非常に重要な視点ですね。サプライチェーンや市場がブロック化する中で、制裁の効果が限定的になってきているという実例とも言えます。では、なぜそのような状況下でも、あえて今回、韓国の自治体であるキョンギドなどの事業が含まれたのでしょうか？国家レベルではなく、地方自治体や民間が関与することに、どのような意味があるのですか？そこには自治体外交、いわゆるパラディプロマシーの側面と、リスク分散の意図があります。コリアヘラルドの記事にあるように、今回の17件の中にはキョンギドや韓国の民間団体による事業が含まれています。国家間の公式な対話ルートが閉ざされている場合でも、人道支援や地方自治体レベルの交流であれば、政治的なハードルを多少下げて接触を図ることが可能です。韓国政府としては、政府間対話が膠着する中で、まずは民間や地方レベルのパイプを使って北朝鮮側の意図を探り、少しでも接触を増やしたいという狙いがあります。また、ユニセフなどの国際機関を間に挟むことで、北朝鮮側が敵国であるアメリカや韓国からの施しとして拒絶する名分を弱め、受け入れやすくする環境整備の一環とも言えます。非常に戦略的な配置ですね。しかし、それでも北朝鮮が拒否した場合、この17件の承認は空振りに終わるわけですよね。実質的な物資の移動という面では空振りになる可能性は十分にあります。しかし、外交的にはボールは北朝鮮側にあるという状況を作り出したことに意味があります。DD インディアの報道にもあるように、これまで北朝鮮は制裁をアメリカによる敵視政策の表れと批判してきました。今回、アメリカが主導して制裁免除を認めたことで、もし北朝鮮がこれを拒否すれば、人道支援すら拒む顔面な態度を国際社会にさらすことになります。逆に受け入れれば対話の糸口になる。つまり、アメリカと韓国にとっては、どちらに転んでも外交的な主導権を握るための布石として機能するのです。ここまでの話をもう一度整理させてください。今回の制裁免除は、単なる人道支援の手続き完了ではなく、ロシア接近によって制裁の効力が薄れつつある北朝鮮に対し、米韓が外交的主導権を取り戻すための戦略的な一手であるということですね。そして、物資が実際に届くかどうか以上に、この決定に対する北朝鮮の反応を見極めることで、4月の米中外交などに向けた次の一手を占おうとしていると。それでは最後に、このニュースが日本企業やビジネス環境にどのような影響を与えるか、今後のシナリオについて伺います。日本企業にとって今回のニュースの意味は大きく2つあります。第一に、朝鮮半島情勢の不確実性が依然として高いという点です。今回の融和的なシグナルに対し、もし北朝鮮がミサイル発射や軍事挑発で応じた場合、地域の地政学的リスクは一気に高まります。
特にサプライチェーンの観点からは、物流ルートの安全確保や有事の際のリスクシナリオを再点検する必要があります。第2に、制裁コンプライアンスの重要性です。今回のニュースを聞いて制裁が緩和されたと誤解してはいけません。イギリスの金融ビジネス専門誌グローバル・バンキング・ファイナンス・レビューが伝えているように、これはあくまで特定の人道支援プロジェクトに対する例外措置であり、一般的なビジネスにおける対北朝鮮制裁は依然として厳格に運用されています。企業は自社の取引が間接的にでも制裁対象国や団体に関与していないか、デューデリジェンスを徹底する必要があります。今後のシナリオとしては、北朝鮮が沈黙を続けるか、あるいは限定的な受け入れにとどまる可能性が高いですが、4月のトランプ大統領の訪中前後に向けて、水面下での駆け引きが活発化することは間違いありません。ありがとうございます。一見、遠い国の支援の話に見えても、その裏には大国間のパワーゲームと企業のコンプライアンスに関わる重要な教訓が隠されているということですね。本日は国連による北朝鮮制裁免除のニュースを深掘りしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。